さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、もうお待たせいたしました。ついにですね、卵白消費レシピ、サクふわに焼き上がるフィナンシェを紹介します。ぜひ最後まで見て作れるようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ材料を紹介していきたいと思います。こちら卵白ですね。卵白とアーモンドパウダー、次薄力粉と、上が砂糖と、無塩バターです。これで作っていきたいと思います。はい、じゃあまずこれ小麦粉とアーモンドパウダーをこの2つを、混ぜてふるっておきます。でフィナンシェってアーモンドのこのアーモンドパウダーを卵白と一緒に焼くお菓子なんですけど、なるべくアーモンドパウダーはいいものを使っていただいた方がいいと思います。概要欄に貼っとくんですけど、今回丸粉っていうのを使うんですけど、すごく油が美味しいパウダーなんで、ぜひ使ってみてほしいです。これ今1回ふるったんですけど、これいつも言ってるんですけど、3回ぐらいふるって、しっかりこの粉が全体が混ざるようにすると失敗が少ないので、ぜひやってください。はい、次はこの無塩バターを焦がしていきたいと思います。よくね、きつね色とかいろいろ言うんですけど、これですね、焦がしていきます。はい、今これちょっと溶けてきて、周りがポコポコ沸いてきてる状態ですね。中火から強火の間ぐらいでいいと思います。で、これちょっとポイントなんですけど、これこのまま放置して、焦がしバター、このバターを焦がしていっちゃうと、ちょっと下に焦げが固まっちゃうんですね。なので、ホイッパーとかでこうやって混ぜながら焦がしていってあげると、均一にすごい綺麗な焦がしバターができます。でよく溶かしバター、焦がしてない溶かしバターじゃダメなんですかって聞かれることもあるんですけど、溶かしバターだともう水分が蒸発してないので、だいたい 15% から 17% ってバター水分があるんですけど、その水分が入っちゃうので、ダメです。結論は焦がしバターにしてください。こうやってやっていくとね、泡がついてきて、中の状態が見えなくなってきて、どんだけ焦がしていいかわからなくなるんですね。そういった時は火からちょっと外してください。火止めちゃったりとかでいいんで、ちょっとずつ色づきがちょっと見えづらいんですけど、一瞬見て、今ちょっとずつ茶色くなってきました。これね、火から下ろしてこのままにしといてもどんどん色進行していくんですね。どんどん焦げていくので、それで狙った色をやっていくのもいいと思います。これも今だいぶ混ぜてるところでしか見えないんですけど、だいぶ茶色くなってきました。で、僕は結構この香ばしい色が好きなんで、香りも好きなんで、これまだ止めずにもうちょっとこうやって混ぜといてあげる。火はついてないです。混ぜといてあげると、ちょうどいい色と香りが出てきます。もうちょっとです。これちょっとだけ色もうちょっと進めたいので、ちょっとだけ火つけます。この焦がしバターってすごい熱いんで気をつけてください。だいぶいい色になってきます。火止めて、これ以上色が進んじゃ嫌なので、ちょっと煙も出てきたんですけど、色が進んじゃうので、お水につけて熱を下げます。はい、これで色も止まって焦がしバター完成です。よくね、きつね色とかって言うんですけど、僕きつね色だとちょっと薄いと思ってて、僕のお店はたぬき色って呼んでます。結構濃い方が美味しいと思うんで、今日はこれでやっていきます。はい、じゃあ材料後のものを混ぜていきたいと思います。これ卵白ですね。卵白入れます。で卵白なんですけど、よくお菓子作りで余ると思うんですね。で、お店のやつはこうやってジップロックとか何でもいいんですけど、余ったやつ入れて冷凍しておきます。で、今日のこの卵白も冷凍しといたやつを使ってます。で、この卵白そのまま何回も出し入れできるんですごく便利なんで、よかったらそうやってストックしてください。はい、じゃあこの卵白の中に、お砂糖ですね。お砂糖全部、きび糖です。全部入れます。で、ホイッパーで混ぜていきます。
はい、これ泡立てたいんじゃなくて、砂糖の水分、砂糖と卵白を合わせて、卵白の水分で砂糖を溶かしたいだけです。そしたら、さっきふるっといた粉をここに一気に入れたいと思います。じゃあ、粉入れていきます。これも混ぜていっちゃいます。今こんな状態です。これも混ぜすぎたりとかないので、しっかり完全に混ざるまで混ぜてください。はい、こんな感じで OK です。はい、じゃああと残りの材料は焦がしバターですね。これちょっと冷めてきたんで、今50度ぐらいです。これを入れていきます。でよくこのバターが焦げた部分をなんか裏ごししたりとか入れない方結構いるんですけど、僕はこれ全部入れちゃう派です。これ入れた方が香ばしくて美味しいと思ってます。ただバターを焦がす時にホイッパーで混ぜなかったり放置したりすると、それがすごいえぐみになっちゃって苦い焦げができちゃうんですね。その場合は入れない方がいいです。これを混ぜていきます。今バターだいたい50度ぐらいで、20度とかすごい冷たい状態のバターだと混ざりづらいので、なるべく40度から60度の間ぐらい。もしこの作るのがもっと多い時は80度とかすごい熱くても大丈夫なんですけど、今日紹介している量だったら40度から50度ぐらいでやってください。はい、これで生地は完成です。これを型に絞って焼いていきたいと思います。はい、今日このフィナンシェ型8個取りぴったりの量なので、これに均等に流していきたいと思います。よくここにバターを塗ったりとか、こうね、離れる理系油とかを塗る方いるんですけど、そもそもフィナンシェの生地ってバターいっぱい入ってるんで、普通に焼けば綺麗にこうパンって剥がれるんですね。なので今日はそのまま何も塗らずに焼いていきたいと思います。今日はね、200度予熱で190度で焼いていきます。なので今のうちに200度に予熱しといてください。今日ちょっと絞り袋で焼いていくんですけど、絞って焼いていくんですけど、もし絞り袋なかったら、生地をこうスプーンとかで一個一個こう流していっても全然大丈夫です。あと今これ生地ややあったかい状態なんですね。あったかいバター入れているので。で、あったかい状態で焼くと周りがカリッとして中もふわっと焼き上がります。で、表面がちょっとだけ割れる感じですね。僕その方が好きなんで、僕はもうあったかい生地の状態ですぐ焼いていきます。でもし生地を一晩寝かせてその後焼いていくとどうなるかっていうと、より周りがちょっとカリカリのカリッとした状態に焼けて、あんまりこう膨らまないですっていう違いがあるんで、今日はこっちのあったかい状態で焼いていくやり方をやっていきたいと思います。はい、これで焼いていきたいと思います。はい、焼き上がりました。これで完成です。さあ、最後までありがとうございます。ちょっと焼きたて食べてみたいと思います。めちゃくちゃいいですよ、香りも。やっぱ焼きたてなんで、周りがカリッとしてて、中すごいふわっとしてます。これはもう焼きたてじゃないと味わえないんで、もう売ってるものと違うはずです。これはね、もう作ってほしい。じゃないとできないんで。ポイントの紹介ですね。ポイントもう1個しかないです。バターの焦がし具合、これだけなんですよ。僕らの中では、きつね色とかあんま言わずに、もうタヌキまで焦がせっつって茶色いのを狙ってるんですけど、これの焦がすレベル感によって味わいとか風味が全然違うんで、もうぜひ僕はしっかり焦がすのをお勧めします。で、ホイッパーで混ぜないと、そこに塊焦げが溜まっちゃうんで、必ずこう混ぜながらやってください。で、あと1個これ、今回のレシピは、油分と砂糖分結構多い方なんですね。なので、もし食べきれなかったら、ジップロックとかに入れて冷凍できます。その代わり、この焼きたての食感とはちょっと違うので、そこは注意なんですけど、もしいっぱい作って卵白消費したかったら、出来たてを冷凍してストックしてください。ありがとうございます。最後まで見ていただいて、コメントとぜひ高評価こちら入れていただけるとありがたいです。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。ぜひまた見てください。また会いましょう。さようなら。